学と私の実体験に基づいた恋愛哲学3選。結婚は M&A、子育ては2人の共通プロジェクト。あなたの人生はあなた以外に誰も責任を取ってくれないから。自然に任せてとかそういう人はもう即座に切りましょう。絶対無理そんな。ボンジュールトゥー、タカコです。本日は様々な国の様々な職種の方と出会ってきた私が、脳科学と私の実体験に基づいた恋愛哲学3選をお届けします。哲学1つ目。まず自分軸であるということ。自分がどういう人間で、どういったことをしていて、どういう悪いところがあって、何を求めていて、どんな関係性を築いていきたいのか、そして相手には何を求めるのかというのを明確に100項目ぐらいずつ書き出しましょう。書き出すことによって何がいいかというとですね、書き出すことで自分っていうのを客観的に見れるから、自分がどこの市場でどう受けるのかが明確になるんです。私は日本っていう市場では受けないけど、海外なら受けるとか、私この層ではダメだけど、こちらの層では受けがいいとか、そういうことを客観的にすることができることによって、自分がどこに自分を置いたらいいかというのが明確になります。そして次に書き出すことによって脳がそれを認識するので、ブラウジング機能が働き出すんですね。例えば体調が悪い。そうすると、内科に行きたいな。で、今まで気にもしてなかったけど、そういえばあそこに内科あった、あそこに内科あったっていう看板が見えてきますよね。それと同じことが脳で恋愛においても起きるんです。二つ目は経済的自立。もうこれは絶対です。対等な関係じゃないと嫌なことも嫌とは言えない。出てけって言われたら出ていかなきゃいけなくなる。そうした場合、どこにも行く当てがない。ホームレスになるんですか？一人ならまだなんとかなるかもしれない。でも子供がいた場合は、猫やワンちゃんや大切な家族がいた場合はどうするんでしょう？結婚する、子供が生まれる、それで家庭に入ってくれ。それはそれでいいんです。専業主婦が悪いわけじゃない。私の知り合いで専業主婦として働いて、年1000万、専業主婦代としてもらっている人もいます。それはそれで職業だから OK。でも、自分に経済力がない。そのために、対等な立場で言いたいことも言えず、いつかすぐ路頭に迷うかもしれないという危険性に自分をさらすことは、やめた方がいいです。なぜならば、あなたの人生はあなた以外に誰も責任を取ってくれないから。そして、その自己決定権、自分軸と経済的自立がないと、愛することも別れることも、自分の意思にそぐわない結果になってしまうことがあるんです。で、三つ目は、もう本当によく言うアフォメーション、コミュニケーションですね。をしっかり取れるかどうか。互いに机に座って、例えば1ヶ月に1回、今月こうだった、今月ああだった、ここを改善してほしい、ここをこうしてほしいっていうことを話し合いでできるかどうかですね。要は、それをすることによってお互いが理想とする関係性を一緒に作り上げていける人かどうかなんです。恋愛というプロジェクト、結婚というプロジェクト、子育てというプロジェクトを一緒にやれるチームかどうかっていうことなんですね。ここができない。ちょっと話すのが苦手で言わなくてもわかるだろうとか、自然に任せてとかそういう人はもう即座に切りましょう。絶対無理そんな。自然になんか良くなんないし、話さなきゃ絶対わかんない。いや、自分のことだってよくわかんない。親と子供だって話さなきゃわかんないのに、その話し合いから逃げるとか、話し合いができない人っていうのは、一緒にいるだけ時間の無駄です。恋愛も仕事も人生も全てが選択の連続です。で、その選択を的確にするために自分軸を持って自分を知ること。敵を知り、己を知れば、百戦危うからず。そういうことなんです。理想の相手はいないかもしれない。でも的確な選択で、その選んだ相手と理想の関係性を作り上げることはできるんです。お互いに尊重して、お互いに自由で、お互いに自立した関係性であれば、1対1が2ではなくて無限大になる可能性を秘めているんです。仕事も恋愛も同じ。チームワーク。そして自分というものの価値を知って正しいマーケットに正しい市場価格で出すこと。結婚は M&A。子育ては2人の共通プロジェクト。ということで、また次回お会いしましょう。See you over! ボンジョーネ、バイバイ